はい、アルファース XG 大好き夫婦スローチューンです。ということで12月24日クリスマスイブなんですが、はい昨日からですね、XG のニューアルバムザ・コアのいろんな情報が出てまして、それで考察が、進んでおりましてですね、はい分かっていることなどをまとめましたので、はいご紹介したいと思います。はーい今回は4つトピックあります。はーい、ヒプノタイズがタイトル表記、これはリード曲扱いではないかということ、2つ目が PS118 はアルバムバージョンじゃないかと、クレジットにジュリン、ハービー、マヤ、ココナのクレジットがあったというトピック、で3番目 ORB に、エクスプリシットマークがついてて、はいこれどういうことなのかっていうことを説明しますと。はい、そして4番目、昨日今日の夜ですっけ、フォーシーズンス、突如配信されて驚きましたけれども、はいこれがボーカルラインの楽曲だったということと、うんあとは斬星さんがですね、はい今回久しぶりに参加されてますので、そちらについてもお話ししていきたいなと思っております。はい、はい、ということでちょっと長丁場になるかもしれませんけどお付き合いお願いしますね。いいよ。ありがとうございます。はい快諾ですね。はい、どうぞ。どうもありがとうございます。ではまず1個目ですね。はいヒプノタイズがタイトル表記、これはリード曲扱いではないかということなんですが、これはですね、韓国の音楽配信サイトバグスっていうところがあるんですけども、はい、あそこのアルバムページのですね、収録曲リストのスクリーンショットが、SNS で回っておりまして、はい、でこれを見ますとですね、6曲目ヒプノタイズのところに本当だタイトルっていう緑の字で書いてますよね。これタイトル曲っていうと普通はね、まあザ・コアっていうアルバムですから、ザ・コアっていう曲がまあタイトル曲になるんじゃないかなって思われる方も多いと思うんですけれども、これはまあタイトル曲っていうよりはその我々日本人がまあよく聞く用語で言うとリード曲ってやつですね、いわゆるね。アルバムに先行して配信されたり、それこそミュージックビデオがですね公開されたりして、アルバムをうまくこう導くというか、アルバムへのこう注意関心を引くというか、まあ、そういう楽曲がヒプノタイズになるんじゃないのかなというのが、まあここから考察されます。はい、はい。ヒプノタイズはどういう意味かわかりますか？いや、わかんない。ヒポポタマスみたいな感じですか？ヒポポタマスではなくてですね、ヒポポタマスってなんだ？ヒポポタマスもなんか名前聞きますけど、ね、うん、そういう人類でしたっけ？わかんないです。催眠にかけるとかね。はい、私の好きな女王蜂っていうバンドに催眠術って曲があるんですけど、はいあれが確かに英語のタイトルがヒプノタイズなんとかだったと思いますわ。はいまあ、催眠術にかけるということではなく、多分ですけれども、これはその XG の、歌やダンスで、魅了するとかね、虜にするとかね、まあ、そういうこうボースティング的な意味合いで使われてるんじゃないのかなと思いますんで、だからこれはやっぱ結構7人がもうがっつり歌って踊って、はいまあ、それこそガラ的な、楽曲になるのかなっていうのがまあ想像ができますけどね。はい、催眠術って曲だとなんかゆっくりした曲かなとか思いがちですけども、そういう感じじゃないのかなと思いますけどね。そうね、どっちなんだろうね。かもその、魔術みたいな、そのなんか不思議な、それもありえそうな気もするかな。確かに、まあいろんなこう想像力をかきたてるタイトルですね。では次行きましょう。PS118 なんですが、これは昨日私ショート動画出して、PS118 がフィーチャリングラプソディっていう、表記がなかったので、これはもしかするとラップラインだけでやる曲なんじゃないかと考察したんですが、多分これは合ってるんじゃないかな。韓国の音楽配信サービスメロンの楽曲ページにですね、作詞作曲編曲などのクレジットが載ってるんですが、見てください。ここにジュリンさん、ハービーさん、マヤさん、ココナさんと、あとこのサイモンさんのアーシャもかっこいいですけど、なんかね、これ本人これ多分なんかフリー素材みたいな。いやアイドル時代のサイモンさんなのかもしれないですね。なんかこっちキャンセラーさんかなとかね思うんですけど、キャンセラーさんはなんかもう学士を取った研究者って感じですけど、わかんないですけどね。
はい、それはいいんですけども、昨日予想した通りですね、アルバムがねザ・コアっていうその XG の各コアを見せるって言ってるのに、最後にジュリンさんのソロがあってその、ラプソディさんがラップするっていうのもなんか収まり悪いなとやっぱ思ってたんですけども、この感じからいくと、PS118 は、トラックはそのまんまで、作詞というかラップのところで、ジュリンさん以外に、ハービーさん、マヤさん、ココナさんが入って、イクリレーしていくんじゃないのかなという感じがしてますね。あれこれってさ、何これ発売日2025年12月24日って何？どういうこと？ 12月24日？ほら、どこですか2025年の12月24日って書いてあるけど、これどういうことなの？あ、本当ですね。どういうこと？これ発売日なんですかね。ちょっと分かんないですけどね。でも発売日って書いてますね。そうだからそこも確かに引っかかる。何なんだろうと思って、今日なんか出すのまた。でもちょっと待って、これ動画出してる時もう出てたら嫌だな。でも4シーズンズは出たじゃない。そうですね。だからそのこと言ってるのこれなんか他にも出すのかなと思って、どういうことかなと。登録した日がこれなのかなとかも思いましたけど。だと遅いよね。どうなんだろうね。分かんないね。出たらおもろいですね。確かに。でもボーカルラインの曲だけ出すんじゃなくて、じゃあラップラインの曲も出そうよっていうのは本当は1月あってもおかしくない。本来は1月23日だよね、このですっけ。2月じゃなかったですっけ。1月23だったと思うんだけど、アルバム自体は。アルバムはじゃなかったっけ。私2月かなと思ってたけど、そっか1月か。ツアー始まっちゃうんだね。そっかそっか、ツアーの開始が2月ですっけ。じゃあもしかしたら何かあるかもしれないですね。しかも PS118 の、118の発売日が24日って書いてるってことは、今日出すの？だからそれ言ってもしかしたら今日出るかもしれないですねっていう。じゃあもうクリスマスプレゼントが毎晩出る感じになるのか、だから今動画撮ってる時は出てないですけど、この後出るんだったらこの夜に出るのかもしれない。今現在15時なんですけども、いつも XG 関係の新しいお知らせって18時とか、あと0時とかにあるので、もしかしたらこの後来るかもしれないですね。もし出てたらもう笑ってください皆さん。何やってんだよっていうことで。びっくりしちゃった。わかんないですね。さらっといいとこ気づきますね。なんかあれなんか表記が間違ってんのかなと思ったけど、今日じゃないこれ。確かにね。楽しみですね。じゃあね。毎日出すとかね。もう年末も。いいじゃないですか。それもね。毎日。何のでもありがたみもないアルバムが出た時。じゃあちょっと次いきますよ。次が ORB ですね。ORB8 曲目。なんですけども。なんて読むんですか？これ Obviously Lee's Boss Bro ですね。全然なんかよくわかんないですけど。すいません。この後説明しますね、それは。ここ E マークがついてますね。この E マークっていうのは何かというと、エクスプリシットマークと呼ばれてまして、普段からね、ヒップホップとか聞かれてる方とかは結構この E マーク見ることあるなと思うんですけど。ほら1月23日じゃん。アルバムはやっぱし。本当か。本当ですね。本当かって本当ですね。ちょっと話戻していいですか。エクスプリシットマークっていうのはですね、露骨、不適切とか書いてあるんですけども、いわゆるその F ワードとかですね、あとは性的な表現とか、薬物暴力などの描写とか、こういったものが含まれる可能性がありますよという注意ラベルですね。確かにヒップホップとか、あとはメタルとかでもたまに私見ますけれども、こういったマークがついてますわ。 XG ちゃんもついにですね、ちょっとこう大人な表現に、踏み込むのかもしれないなと思います。具体的には配信の時に例えば未成年のアカウントは聞けないとか、あるかもしれないとかっていうのはあるかもしれないですけども、そこまでこう気にしなくてもいいのかなって気がします。で、歌詞の意味はどういうことかっていうとですね、これ ORB って略す逆から読むと BRO でしょ、ブローなんですよね、ブラザーなんですよね、ブラザー逆から読むと ORB っていうことですね。普通に読めばブラザーだよねみたいな意味なので、なんかセルフツッコミみたいなね、逆から読めば BRO だよね当たり前じゃんみたいな、IYKYK みたいな感じで、結構この ORB って言葉自体が、海外の方ではネットの定番小ネタみたいなんですよね。TGIF とか、もうそうですけども、IYKYK とかもそうですけど、海外に住んでる友達とかに聞くと普通に知ってるんですよね。普通に使うよとかね、
金曜日になったら TGIF って言うよとか言ってるんですけど、なのでこの ORB も海外の友達とかにちょっと聞いたらもしかしたら普通によく言うよとか言うのかもしれないですね。あなた海外の友達いるの？おかげさまでそのイマジナリーフレンドじゃなくてなんですかイマジナリーで想像上のってこと悲しい海外の友達いたの？かっこいいな海外の友達。普段見てるレディットの人たち友達だと思ってましたネット民の皆さん友達とかじゃないんですよ。びっくりしちゃった。イマジナリーフレンドいる、いやいや普通に言うみたいですよ。それ IYK YK だねみたいな。そうなんだ。かっこいいですよね。ORB も多分言うんだと思うんですよね。でこのリードって言葉がですねスラングだと相手をディスるみたいな意味もあるので、なので、普通にその ORB 逆から読むと BRO だよねっていうダジャレもそうなんですけども、ブラザーあいつらをリード、ディスるみたいな意味もあるのかなと。そうするとその E マークがついてるっていうのも納得できるし、じゃああれか、日本語で簡単に説明しようとするとなかなか難しい感じでやらない感じってことね。アメリカンカルチャーなんで、多分やっぱアメリカ人とかはもう普通になんちことない単語なのかもしれないですね。泥だよね当たり前じゃんですとは言えないってことね。だからね直訳したってことですか？そういう感じのニュアンスだけど違うよっていうことね。そうですね。いろんな意味もあるというか、ダブルミーニング的なものがあるんじゃないかな。一言で表現できない感じ。この辺はやっぱでもアメリカのマーケットをやっぱり XG 狙ってるわけですから、非常に自然なのかなっていう気がしますけどね。はいということでした、そして最後4シーズンスですね、いい曲でしたねと。なんて素敵な絵にも見とれてますけど皆さん小首をかしげてね、かわいいな。かわいいですね。こういう感じはなかったね。なんかね今までね。オーソドックスなガーリーな感じというかですね。この曲も皆さん聴かれてると思いますけども素晴らしい楽曲で美しいメロディーでシンプルなこんなに色を使ってないことなんか珍しいね。この白ベージュピンクぐらいで爪もおとなしいというか、本当全然何にもないなんか本当ですね。かわいい。これがですねSpotify のクレジット欄を見ていただくと分かるんですが、なんと斬星さんがですね、作曲アレンジあとはプロデュースの方に入ってらっしゃるんですね。斬星さんといえばもう昔からのアルファーズならご存知だと思うんですが、福岡出身でね、現在は LA にいらっしゃるプロデューサーですけども、過去には XG シューティングスター、IYKYK の作曲や編曲も手掛けています。どっちもやっぱりメロディーが結構印象的な楽曲なので、斬星さんのメロディーっていうのがやっぱり一つ今回の4シーズンスも一つの特徴なのかななんて思いますし、あとやっぱり斬星さんといえばですね、元 XG候補生リーダーですか、神谷さんと、ザミヤというユニットを組んでらっしゃるので、なのでやっぱ神谷さんと XG メンバーとの絆っていうのは、やっぱりこう切っても切れないというかですね、未だにやっぱつながりがあるんだよなっていうのを再認識させられるわけですね。これなんかいや違うな、ごめん芸人の名前が出てきそうだった。違ったごめん間違えちゃったそれ冷やし中華始めましたの人ですっけ？いやわかんない。そんなあれじゃなくてわかんない。ネタで覚えてなくて名前がそのザミヤさんで思い出しただけで。ザミヤの方で、誰だそんなかっこいい名前の人います？いいか、深追いしない方がいいですね、思い出せない。大丈夫です。もう我々も40半ばなんで、うろ覚えのことが多いですよね。怒られちゃう。なんだっけっつって対して思い出しても結構違うことが多いから大丈夫です。あんまり深追いしない方がいいですね。ということで、まとめでした。トータル10曲なんですけども、結局27分ぐらいしかないんですよね。それもやっぱり最近のアルバムの感じっちゃ感じかもしれないですね。今やっぱアルバム1時間とかあっても最後まで聴けないので、トータル30分未満ですが、でも本当昨日配信された、今朝か今日か4シーズンスなんかはありそうでなかった曲ですし、本当に4シーズン2は割かし長いなって思ったらやっぱ4分半はあるんだね。そうですね。ちょっと昔のポップスの感じがありますからね。他はでも4分未満だし、3分未満も多いね。なんなら本当そうですね、2分台ですから、その先行して配信されてる曲でいうと、例えばガラと4シーズンスと PS118 ですけども、もう3曲とも全然違うんすよね。だからこの感じでいくと多分他の楽曲も本当もうバラエティに富んだいろんなジャンルでもすごくいい
優れた音楽っていうのが多分並ぶんじゃないのかなと思いますし、まさかアコギが来るとは思ってなかったから。そうですね、あんなシンプルな曲がね、来るとは思わなかったですよね。バラッバラかもしれないね本当に。ですね、あともう一個私が思ったのは、その XG 全員で歌う曲ってもしかしたら半分ぐらいしかないのかなとか思うんですよね。例えば1曲目の X シグナル、XG みたいな感じでしょうから、ザ・イントロ、G イントロって書いてますし、これインストだとして、あとはその、4シーズンスも3人だけだし、PS118 も、ラップラインの4人だけだとしたら、少なくとも3曲10曲中3曲は、全員で歌ってないわけですよね。でその ORB とかも、結構ラップっぽい感じじゃないですか。これボーカルラインいないんじゃないのかなって気もしますし、そう考えると例えば、マヤさんとココナさんだけで8曲目とか、他もジュリンさんとハービーさんでとか、そんな感じの楽曲がちらちらあるんだったら、結構ね全員で歌う曲ってもしかしたら 2,3 曲とか、下手したら2,3 曲かなとかねってことも考えられなくもないのかななんて思うんですけど、それでもおかしくないなと思うのはやっぱりそのツアーですよね。ツアーで前回のツアーでも結構ソロコーナーっていうかあったので、やっぱそういった時に XG まだ楽曲が少なかったから、カバー曲が中心だったりしてましたけれども、そこを補完するような、楽曲が並んだりして、今度のセカンドワルツですか、そこでは本当ザ・コアの楽曲全部やって、で一つの、コンサートっていうものが完成するような、構成っていうのもちょっと見えてくるのかななんて思っちゃったりもしましたけどね。この4シーズンズも誰かアコギ弾くのかな。アコギね、ちささんよくね練習されてましたけれどもね。曲もそんなに難しくないんですよね。ギター、私ギター弾くんで分かりますけど、ちささん歌いながら弾いててもそんなに違和感ないかなって気がしましたけどね。ってなるとまたそれも一つの演出ですよね。皆さん本当それぞれ、いろんなものに取り組んでらっしゃるんで、本当楽しみですね今後はね。この後もしかしたら PS118 が出る可能性が出てきたねこれね。やっぱそうなるとさっきの12月24日がちょっと気になるな。そうですね。でも12月25日じゃないとおかしいよね。でもそうなると12月24日中に出さなくて、昨日みたいに12時ぐらいで出してたとしたら、25日付になっちゃうもんね。ってことはやっぱ今日中なのかな、出すとしたら。だから今日の夕方の、18時とかに出てもおかしくはないですけどね。いいクリスマスだねってまだ分かんないですよ。いや出るとしたらね。出るとしたら出たらでも昨日ね3人が出たんだから、今日4人出ても全然おかしくないです。他のね4人はどうしたんだって話なんで。ね、メリークリスマスだね。出ても全くおかしくないと思いますね。素敵なことするな。いやまだ分かんないです。楽しみですね。はい。それだったら急にねトラックリストが出たのももう納得だしねって。確かに。はい。いややっぱ期待が高まってきますね。はい。アルバムが楽しみですねということでございました。はい。皆さんの考察とかもまたお聞かせいただけると嬉しいです。はい。また次の動画でお会いしましょう。へそのおー。